突然です。習慣です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、読んじゃったものなんかのお話をしております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで今日は何を話そうかなと思っていたんですが、先日のアメトークで漫画のね話をやってたんで、そこで挙げられてた漫画いくつか僕も読んでるものがありまして、中で一つねいろんな人が挙げてたんですが、深く取り上げられていなかった漫画、望郷太郎の話をしたいんですがと、その前に週刊と言ってるんで、週刊スピリッツの話をしましょうかね。僕は週刊漫画雑誌はスピリッツだけしか読んでおりませんが、スピリッツに載ってる漫画すべてね全部目を通しております。で、中で一番というかね、面白いよという漫画をねチラチラっと紹介してから望郷太郎の話をしたいかなと思いますが、まず何といっても今のスピリッツで一番ね、これが一番すげえなって思うのはやっぱり九条の題材ですね。真鍋、新平さんのあれですね、牛島くん、闇金牛島くんの弁護士バージョンと言いましょうか、という漫画がありまして、これがね恐ろしいんですよ。今やっているところがすごいお話なんです。今やってるところと言いながら、僕は一月ぐらい貯めて読んでるんであれなんですがね、翔平さんですね、真鍋翔平さん、これやべえっすよ。九条の題材本当にこの世のというか、弁護士があれなんで、こうなんですかね、そういった裏側というか弁護士事情がよく取材しているんでしょう。書かれております。恐ろしいなって思うことや、そういうからくりと言いますかがね書いてあって、言ったらもう本当に牛島くんタッチというかタッチ絵柄自体は同じ人が書いてるんで、タッチではあるんですが、中身ですね、その取り上げる題材のが恐ろしい、闇深い、なんて言ったらいいんだろうな、本当にこう目を背けたくなるような内容というか、そういったところに切り込んでくるあたりが非常に面白いですよね。またこれもね、闇金牛島くんもドラマ化映画化してたように、ドラマ化するかな、どうだろう、ちょっと難しいかも。というのもテレビは少ないかラジオは多いですけどね、弁護士法律相談事務所がやたらとスポンサーね CM 打ってるじゃないですか。そういうところもあってテレビは最近少ないかな。なので難しいかもしれないけども、ぜひともね実写化してもらいたいなと思います。あとね、好きなスピリッツで好きな当然地球の運動について、これは僕は何度も話しておりますが、これは本当に面白いです。地動説を唱えている天動説を唱えている時に地動説を唱えているという話ですね。異端だと言って魔女狩りがされたりみたいなところで、の話ですね。これは本当にセリフのね一つ一つが本当に名言になり得ている漫画で、このどのコマを切り出してもなんていうんですかね、こう部屋に
飾っておいてもね、ポスターとして飾っておいても、かっこいい言葉が出てきますね。それからそうですね、あとこうね、地味に好きなのは結婚するって本当ですか、ね、これもねなかなか絵柄が大好きで、好きですね。あとはあれですね、あれです。ダンスールも好きですが、あれなんだっけ、ブシスタント、この号は載ってないね。ブシスタントね。愛坂くん。設定がちょっと飛んでるんですけども、武士、春画を描いていた主人公がタイムスリップして漫画家のアシスタントになるっていうね、ちょっと飛んだ設定ではあるんですが、これは漫画とか絵のね技法を持ってまたね江戸時代に行って春画を描いてみたいな下りやり取りの中で、こう絵の描き方というかね、こう手法画法なんかが学べる漫画でもあるので、これはちょっと面白いなと思って読んでおります。また絵柄がねなかなか力強くて面白いんですよ。僕はいろんなね絵柄でね、こういう絵は嫌いだからこの漫画は読まないみたいな、そういったアレルギーのない人なんで、どんな絵柄でも読んで平気で読むっていうか、なかなかそこをね超えられない人も多いんですけども、僕はその辺はフラットにというかね、読んでおりますね。で、望郷太郎の話ですが、これがね山田義弘さんといって、デカスロン、それから平家物が一番有名かな。それからなんといっても度胸星ですよ。未完で終わった度胸星を書いていた方が今望郷太郎というのを書いてるんですが、これがねすごい、なんとねタイムスリップというか、なんて言ったらいいのかな、あれに近いっつったら近いね。ドクターストーン、設定的にはねドクターストーンにもちょっと近いといえば近いんですが、500年コールドスリープしてて目覚めたらね、一回氷河期を迎えて、500年間ね目覚めてたら500年経ってたところが、家族は皆ね同じコールドスリープシェルターに入ってたのに、主人公以外死んでいて、それでそこからねこう冒険というかね、とりあえず日本どうなってるんだ行ってみようね。起きたところがねエジプトというかねイラクバスラ市なんですね。そこから、じゃあどうやって日本へ帰ろうかっていうところから物語がスタートするんですけどもね、これがねもうめちゃくちゃですよ。だから本当に度胸星を彷彿させるというかね、度胸星宇宙でしたが、これは500年後の地球ということでね、なかなかこう文明がどうなっているんだってね、いうところからこう冒険が始まるんですけど、面白いですね。今現在3巻まで出てるのかな。僕は3巻まであるうちの1巻しか読んでないんですけども、これねパラパラと2巻3巻見る感じでは、もうねだんだんこうねいろんな人に出会うわけですよ。それがすごいね。なんだろう、言葉も通じない、しかし、同じ地球に住んでいるからね、何か分かることはあるんじゃなかろうかみたいなところからね、よくしてくれたりとかね。しかしこの主人公はね証券マンなのかな。お金をねお金持ちというかサラリーマンだったんで、お金で解決できていたのに、500年後ねそれは何の役にも立たないというところで、こう生きていく、日本がどうなっているんだね、家族は死んでいるが自分が見たいから行くみたいなところが面白いんです。いろんな事件が起こるんでね、いろんな人が出てきてっていうのがね、本当に未完で終わった度胸星を彷彿とさせますね。でまたこのね
なんだろうな、サバイバル術を分かっているというか、ね、度胸星でもそうでしたけども、なのでね、ぜひ、これは、モーニングだったかな、月間。なので、出るスペースは遅いんでね、すぐ追いつけるとは思いますが、非常に面白い。これは誰だっけな、小判は当然上げてたんですけど、結構みんなね、度胸星ちゃうわ。望郷太郎とね、名前を挙げてたんですが、番組内では、取り上げられていませんでしたが、本当に、すごい漫画がまたやってきた。ね、度胸星以来の。だからこれは未完で終わらせないように、買って応援したいと思いますね。絵柄が面白いんですよ。ね。面白いっていうか、面白いんで。ねといったところで、ね。今日は度胸星や、望郷太郎の、ね、お話でした。はい。ありがとうございました。